皆さんこんにちは。ホームメディカルクッキングです。最近体調が優れないと感じているのに、年だから仕方ないなんて放置していませんか？体力の減少、体の冷え、足のむくみ、抜け毛が増えるなど、これらの症状は無視せずに注意深く聞くべき体からの信号です。これらの症状の信号は体の異変を訴えている可能性があります。無視し続けると、これらの症状が悪化していき、楽しい日常がしんどくなり、最終的には病気につながる可能性があります。症状が進行してから病院に行くと、治療にはお金と時間がかかります。しかし、体の声が最初に出ている段階で、食事や生活習慣を改善することで、これらの面倒な状況を未然に防ぐことができるかもしれません。病院にお世話になる前に食事や生活習慣を見直しましょう。私は見直したことで痩せて見た目が少し若返ることができました。本日は中華麹のエビ餃子を紹介します。この動画では A、エビはこんな体質の人におすすめ。 B、中華麹について。 C、エビの効能。 D、この体質の人に他におすすめしたい食材。 E、おすすめレシピのエビ餃子の作り方がわかります。このチャンネルでは大きく4つの体質に分類して改善策のお話をしています。自分の体質の話を見逃さないように、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では作りながらお話しいたします。材料はこちら。では作っていきます。玉ねぎはみじん切りにします。エビは皮を剥いて背わたを取り、片栗粉と塩少々で揉んで水洗いし、粗く刻みます。この片栗粉と塩はいずれも分量外です。A、エビはこんな体質の人におすすめ。エビは気虚と腎陽虚の気や熱の少ない A タイプの体質の人におすすめです。気虚は生命活動の源になるエネルギーの気が不足する状態で、腎陽虚は体を温める熱の作用が低下した状態です。気や熱が不足すると代謝が滞って体が冷え、むくみ、お腹、下半身の冷え、抜け毛が起こりやすくなります。これらの体質の方はエビや後で紹介するこの体質の人におすすめの食材を摂ることで、気力や体力の低下を改善する効果が期待できます。次にボウルに豚ミンチ、玉ねぎ、片栗粉、中華麹、蜂蜜、ごま油小さじ1を加えて粘りが出るまで混ぜます。 B、初めてご覧になる方はこの緑の物体は何だと思われると思いますが、これが中華麹です。長ネギ、玉ねぎ、にんにく、生姜に麹を合わせて発酵させたものです。麹を取り入れることで栄養価が増加し、吸収分解効果があります。免疫力向上や抗酸化作用による老化防止、代謝促進も期待できます。詳細な効果は食べて痩せる体内デトックスと健康の秘訣を手に入れようの動画でご覧いただけます。概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。これらの効果により、麹を取り入れることで体内の調和が促進され、老廃物の排出がスムーズに行われるでしょう。私は体から老廃物が排出されるとデトックス効果で痩せるし、体も心もすっきりする、気持ちも晴れやか、仕事も人間関係もスムーズにと、いろんなことが好転するような気持ちになるんですが、皆さんはいかがでしょうか？次にこの種を餃子の皮にのせて包んでいきます。 C、エビの効能。エビは腎の働きを高めます。東洋医学の腎は西洋医学でいう腎、ろ過する臓器の意味とは少し違って、生命エネルギーを蓄える、成長を支えるを意味します。体力や気力を補うので、足腰の冷えの改善や疲労回復、
血行不良の緩和に効果的です。また胃腸の働きも高めるので、食欲増進、めまいやふらつき、手足の震え改善も期待できます。また干しエビも同様の効果があります。次はフライパンで蒸し焼きにします。フライパンに並べて片面に焼き色がついたら、水を少し入れて蓋をして蒸し焼きにします。全体に火が通ったら盛り付けます。からし醤油もしくはポン酢にラー油などを入れていただきます。完成です。作り方をまとめます。1、材料を切ります。玉ねぎはみじん切り、エビは粗刻みです。2、ボウルに材料を全部入れて粘りが出るまで混ぜます。3、今作った種を餃子の皮で包み、フライパンで焼きます。この体質の人に他にもおすすめしたい食材として、野菜類では生姜、ニラ、ニンニク、ネギ、シソ、かぼちゃ、キャベツ、山芋。果実類は桃、さくらんぼ。ナッツ類はくるみ、えごま。魚介類はうなぎ、エビ、鮭、サバ、カツオなど。肉類は卵、鶏肉、羊の肉、鹿肉などです。控えたい食材としては、水分や塩気の強いものや冷たい飲み物、精製された白い砂糖は避けましょう。このタイプの体の改善のための他の方法は、服を多めに着る、腹巻きをするなどの工夫をしてみてください。カイロなどを使ってもいいでしょう。疲れたらこまめに休みましょう。この食材を食べれば OK というわけではなく、いろいろ組み合わせてバランスをとってください。意識して食べるようにすると効果は倍増します。楽しみながら継続しましょう。習慣が大事です。あなたの笑顔が周りの人も幸せにします。毎週土曜日にちょっとした体の不調を改善する食材やレシピを紹介しています。いろいろな症状別になっていますので、あなたの症状の話を見逃さないためにも、登録ボタンとベルのマークの2つを押してください。押していただくと、新しい動画をアップロードした時にお知らせがいきます。応援していただけると励みになりますので、いいねも押していただけると飛び上がるほど嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。